こんにちは、片付けトントンです。今回の片付けは愛知県内のワンルーム。玄関にはほとんど物がありません。一瞬で空っぽにできそうです。ちなみにこちらのスリッパは片付けトントンが持ち込みました。作業をする際、危険がある場合には安全靴と靴カバーを着用します。今回は最初から床が見えている部分も多いので、スリッパで作業する予定です。廊下には缶が散らばっています。時々瓶やペットボトルが混ざっていますが、ほとんどが缶です。分別が簡単なのであっという間に片付きそうです。キッチンにはフライパン、炊飯器、調味料のボトルなどが並び、シンクに空き缶がいくつか溜まっている状態です。空き缶がある以外はとてもすっきりしている印象です。今は床が見えない状態です。部屋に入ってすぐ右手の壁際にはお休みスペースがあります。寝具の上は物が少なめです。布団の横に座椅子があり、その向かいに机が置いてあります。布団と反対側の壁際にはテレビがあります。布団側にはビニールや段ボール、紙、布などいろいろな種類なものがある一方、テレビ側はほとんど缶ばかりに見えます。バラエティに富んだグループと缶のみのグループが部屋の真ん中でぶつかり合っている印象です。これはエリアごとに分別スピードに違いが出そうですね。そうですね。ノートパソコンやスマートフォンなど電子機器も紛れ込んでいるので注意が必要です。クローゼットの前は缶が積み重なり小高い山のようになっています。クローゼットの中にまで缶が押し寄せていますが、衣類などは数点しか入っていないように見えます。脱衣所とお風呂場はほとんど物がありません。脱衣所の床には缶や衣類などがいくつかありますが、こちらも一瞬で片付きそうです。お風呂場はほとんど空っぽです。今回の出動は3人。ちなみにこちらの作業日は2020年の9月。新型コロナ感染症の拡大を受けて、スタッフは全員出社時の検温、マスクの着用、消毒と手洗い、作業場所の換気などの感染対策を行っています。まずは1人が玄関から廊下までの片付けと運び出し、2人が今を担当します。いきなり手身の登場です。手身とは大きなちりとりのような形をした道具です。米などの穀物の選別の際に殻や塵を取り除くための容器として古くから使われてきました。片付け作業でも大活躍の必須アイテムです。床に散らばっている缶を手身で集め、透明の袋に移していきます。いっぱいになった袋を運び出します。外の空きスペースに設置したフレコンバッグに缶を移し替えます。フレコンバッグとは正式名称をフレキシブルコンテナバッグといって、運搬や保管などに使われる大きな袋のことです。フレコンだとよくある1メーター一粒米のやつかな。僕らの使ってるやつだと半分ぐらい。半分ぐらいですね、多分。リューベースにすると多分それぐらい 0.56 とか。0.5 ぐらいだと思います。缶だったら何本ぐらい入りますかね。多分700とか800ぐらいかなと。多分ですよ。いつも僕ら回収するのって缶って12キロぐらいじゃないですか、1袋。缶って350でだいたい15グラムじゃないですか。12キロ単純15とかで割ると800とかになるんで、すごいですね。よく缶1本の重さを覚えてるなんとなくです。なんとなく。蛍光灯は脱衣所に避難させておきます。中身が缶だけになった段ボールはそのまま運び出します。この段ボールを缶の持ち運びに使います。物の多い部屋を片付ける際は道具をたくさん用意すると道具が作業の邪魔になってしまう場合があります。その場にあるものをうまく使うのがポイントです。ちなみにこちらの白いモヤモヤした影はご依頼主様です。この日は立ち会いありでの作業でした。残す、残さないの判断が難しいものが出てきた際にもその場ですぐにご確認をお願いできるのでスムーズです。
今からパスされてきた袋を外に運び出します。コンビニの袋が出てきました。中身を確認します。カップ麺が入っていました。まだ賞味期限は切れていないようです。キッチンに避難させておいて、後ほどお客様にご確認いただきます。今のスタッフが雑誌を見つけたようです。不要なものとのことなので、資源としてリサイクルします。紙入りの缶が出てきました。賞味期限は切れていないようなので、キッチンに避難させておきます。蛍光灯がいるかどうかお客様にお伺いします。使い切ったものとのことなので処分します。続いて脱衣所の空き缶をサクッと片付けます。この時点で作業開始から約10分。廊下と脱衣所の床にあったものの分別、袋詰めがほぼ完了しました。今の作業に合流します。アングルチェンジ。続いて作業開始まで時間を戻してリビングの様子をお送りします。こう行く？俺こう行くわ。奥のスタッフはクローゼットに向かって片付けていくことにしました。手前のスタッフは窓際の近い方の部屋の隅に向かって攻めていきます。あれにもしかしたら貴重品系がたまる。クローゼットの山の中から貴重品が出てくる可能性があるとのことです。缶ばかりだからといって油断せず慎重に作業を進める必要があります。段ボールは資源としてリサイクルします。部屋にあった段ボールに不要な段ボールを詰めていく作戦です。衣類や書籍などは避けておいて、後ほどお客様にご確認いただきます。布団のそばにコードがつながったままのスマートフォンがありました。電源アダプターを引き抜いて机の上に避難させておきます。布団も部屋の隅に移動します。窓際のエリアはまずは可燃から袋詰めする作戦です。よく見るとペットボトルや缶などは缶の山の方にパスしているのがわかります。様々な種類のものがたくさんある場所を片付ける際はあんまり欲張らず1から2種類ずつ集中的に袋詰めするのがポイントです。またなるべくあちこち移動しないのもコツですよね。そうですね。個人的にははい。やっぱり多いものから先に片付けたいなっていうのがあるんですけど、なんかありますか？僕は部屋の空間が埋まると片付けにくくなっちゃうんで、なんか外に運び出せるものをできれば優先的に排除していきたいなと思うんですけど、大きなものとか、はい、ただ外に出しておいちゃいけない場合はもう目の前にあるものをまとめていくしか、そうですね。あんまりだから欲張らずっていうさっきの通り一つずつやっていくしかないかなと。そうね、である程度こうやっていくと、例えば段ボールとかはい通販で買ったやつたくさんあると、あれが畳んでないとうわってなっちゃうけど、はい畳んでどんどん片付けていくとあれで少しスペースが空いたような気がするから、そうですね。かさばるやつは、そうですねああいっ。たのは先に、溜まった段階でもうやっつけちゃうといいかなと、そうですね。はい、いっぱいになった袋はリレーパスで外に運び出します。手前のスタッフがパスした缶やペットボトルを奥のスタッフが分別、袋詰めしていきます。本が出てきました。避難させておいて後ほどお客様にご確認いただきます。
廊下を担当しているスタッフが段ボールを持って合流してきました。山の中腹に段ボールを構え、山頂から手で撫でるようにして缶を段ボールに流し入れていきます。この時、しっかりと観察することが重要です。一緒に流れ込んでしまったペットボトルを素早く取り除きます。重要書類とおぼしき封筒が出てきました。隅に避けておいて、後ほどお客様にご確認いただきます。奥のスタッフは衣類と可燃を中心に袋詰めしていきます。フリーマガジンが出てきました。重要書類などが挟まっていないか軽くチェックします。廊下から合流してきたスタッフはひたすら缶と戦っています。窓際は上の方にあった可燃がかなり片付いたので、今度は缶を攻めます。奥のスタッフは可燃、缶、ペットボトルの袋を手元にセットしています。作業が進むと見えているものの種類も変わるので、その都度よく観察します。その時々で袋詰めすべきものをしっかり見極めること、できるだけ体の近くに袋を置くことが手早く分別するコツです。アングルチェンジ。いっぱいになった袋を廊下に運び出し、廊下のスタッフにパスします。廊下のスタッフは運び出しに対応しながら今の入り口を攻めていきます。お客様が玄関から仮置きスペースまでの運搬を担当してくださっているようです。お客様に袋をお渡しします。アングルチェンジ。外の仮置きスペースがいっぱいになったようです。意外に種もあったね。アングルチェンジ。窓際のスタッフは手持ちの袋がなくなったようです。またコードが出てきました。くるっとまとめて部屋の隅に避難させておきます。缶の山の下の方から本が何冊も出てきました。避けておいてお客様にご確認いただきます。またコードを発見しました。座布団が出てきました。避難させておきます。これは座椅子です。ほこりを払い、座布団の近くに避難させておきます。スプレー缶が出てきました。スプレー缶は分別の際、特に注意が必要なものの一つです。処分の仕方はお住まいの市区町村によって異なります。自治体のホームページなどで調べるか、市役所などの環境課に問い合わせると、分別や処分の仕方を教えてもらえます。可燃の袋にライターを入れてしまったようで、慌てて救出しています。ベテランのスタッフでもうっかりミスをしたり、なかなか調子の出ない日もあります。俺は弱き人間だ。
ところで、ライターも要注意アイテムですよね。そうですね。ライターとか乾電池とか二次電池ですかね、リチウムとかああいうのはやっぱり発火性のあるものは、まあ、ちょっと見つけた時にそうだね。ときめきますね。あ、見つけたって見逃さないように。そう見逃さない。発火車で可燃とか巻きに来られる時がありますよね。はいその時にライターが入ってて、まだガスが残ってたりして一緒に巻いちゃうと中でバリッと割れて発火する危険性が出てくるんですよね。そうですね。それか大きいものが多いからよっぽどまあよっぽ分かりやすいんですど目立ちますよね。それは見逃さないですけど、ライターあたりはまあちっちゃいからね。はい。片付け作業を始める前に分別方法、収集場への出し方など調べておくとスムーズです。また、新型コロナウイルスの拡大を受けて、感染症対策の新たなガイドラインも出ています。感染拡大を防ぎ、収集にあたる人たちの安全を守るためにも、ガイドラインの徹底をお願いします。年金手帳が出てきました。いつの間にか部屋の左半分はすっかり床が見えています。手前のスタッフは持ち場を移動します。今度はベランダからこう来るといいかもしれないね。部屋の角から菅野山に向かって攻めていく作戦です。袋詰めがしやすいように袋の位置を調整します。ライター。アングルチェンジ。クローゼットの前にはまだ菅野山がそびえ立っています。時折中身が残っている感があります。中身はまとめて処理するため一旦キッチンに置いておきます。
カバンが出てきました。隅に避けておいて、後ほどお客様にご確認いただきます。可燃は窓際にパスします。ベランダに仮置きしておく作戦です。ここで外のフレコンバッグがいっぱいになったようです。袋詰めした缶をそのままトラックに積んで運搬するため、袋の口をしっかり縛っておきます。DVD が出てきました。部屋の隅に避難させておきます。もう口しっかり縛ったんでね。雑多なものが入った手提げ袋が出てきました。細かいチェックが必要そうなので、後ほどじっくり確認します。はいさん。この辺の服見ていただいて、部屋の隅に避難させたものたちをお客様にご覧いただくようお願いしています。もしいらんのがあったらこの中入れておいていただければ。運び出しを担当していたスタッフが袋を持ってやってきました。しばらくの間運び出しをやめて机近くのエリアを担当するようです。リビングが3人体制になったので、左手のスタッフは押し入れの中を攻めることにします。
この時点で作業開始から1時間半。入り口付近を中心に床の見えるエリアがかなり広がりました。ここで一旦休憩です。休憩中は部屋の外に出て水分補給をしたり、座って休んだりします。缶に紛れていた衣類を部屋の隅に避難させます。箱が出てきました。棚の上に避けておきます。この段ボールの中にはペットボトルや缶が入っています。空になった段ボールは分別などに使えるかもしれないので潰さずに取っておきます。プリンターの段ボールが出てきました。これも缶などがぎっしり入っています。段ボールの耳を折りたたんでクローゼットの隅にセットします。プリンターの段ボールを衣類の仮置きに使います。大きめの紙袋が出てきました。中身をざっくり確認します。お客様にご確認いただきます。これでクローゼット内のいらないものは全て片付けることができました。アングルチェンジ。1人がクローゼットを攻めている間、他の2人は部屋の中央と窓際を片付けます。手身をブルドーザーのように使って床に残った細々したものをすくい上げます。可燃以外のものが混ざっていないか確認しつつ、手身の上のものを袋に移します。コードが出てきました。棚の上に避難させておきます。窓際の山を切り崩します。一番下に大きな段ボールがありますが、まだ動かせそうにありません。書類が出てきました。後ほどお客様にご確認いただきます。避けておいた瓶をまとめて袋詰めします。瓶は詰めすぎ注意です。90リットルの袋に倍まで瓶を詰めてしまうと重たすぎて運べなくなってしまいます。
持ち上げてみて無理なく運べるくらいの量で留めておくと安全です。作業開始からおよそ15分、リビングは半分以上が片付いたように見えます。カーテンをまとめます。片付け作業中にゆらゆらしていると邪魔になるので、高めの位置で緩く結んでおきます。シワになりやすいものや自宅で洗えないものなど繊細な生地の場合はあらかじめ取り外して作業します。アングルチェンジ。窓際にあった大きな段ボールをとうとう動かせるようになりました。中にはいろんな種類のものがぎっしり詰まっています。全部出して一つ一つ分別していきます。クローゼット周りを担当しているスタッフがハケブラシと洗車ブラシを持ってきました。クローゼットの扉とその周辺を丁寧にブラッシングし、ホコリを払っていきます。レール部分はハケブラシを使います。左側の扉は外れかかっています。レールにはめ直します。窓際を攻めるために机を移動します。残すものやお客様にご確認いただくものをそれぞれ種類ごとにまとめます。衣類をまとめた段ボールを運び出します。ごめんなさい、衣類関係で。廊下にいるお客様にお渡しし、中身のチェックをお願いします。プリンターの箱に貯めた衣類もお客様にご確認いただきます。アングルチェンジ。いよいよ物が残っているのはこのエリアだけになりました。この壁際のエリアは可燃と衣類が中心のようです。缶やペットボトルなどは手身の上に避けておきます。この下には布団があるようです。2人で布団を持ち上げて上に乗っている駒を増したものを落とします。布団はベランダに運び出し干しておきます。マットもベランダに運び出します。クローゼットから出てきた収納ボックスをハケブラシでブラッシングし、ホコリを落とします。使わなかった段ボールをまとめて解体していきます。ここでプラスチックヘラの登場です。頑丈なビニールテープはプラスチックヘラを使って切り裂きます。座椅子のほこりをハケブラシを使って丁寧に払い落とします。床に残ったものは非常に細々としています。可燃以外のものが混入しないよう細心の注意を払って袋詰めしていきます。ハケブラシを使ってプリンターや棚に積もったホコリを払っていきます。この後部屋全体を掃除するのでそのままホコリを床に落としていますが、なるべくホコリを広げたくないという場合は掃除機を一緒に使うことをお勧めします。
片手にハケブラシ、片手にヘッドを外した掃除機を持ってノズルの先に向かってホコリを払います。こうすると飛び散るホコリを最小限にすることができます。棚のものを取り出し、種類ごとにざっくり分けます。ホコリを払って棚に戻します。棚を移動し、壁や床をブラッシングします。棚を戻します。リモコンやテレビなどもハケブラシを使って優しく丁寧にホコリを払います。掃除をする際は一番最初にホコリをしっかりと除去するのがポイントです。ホコリが残ったまま水拭きなどをしてしまうと汚れが取りにくくなったり、かえって作業が大変になることがあります。机の上のこまごましたものも分別します。ライター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 。机のホコリを洗車ブラシで払います。机の天板にこびりついているものをプラスチックヘラで剥がします。ライターアングルチェンジ。大きな紙袋の中身を分別します。お客様のチェックが終わった段ボールをクローゼットの中に収納します。本を棚の中に移動します。残しておく衣類や家具はクローゼットの中に入れます。この時の時刻は11時50分。作業開始から2時間40分ほどで片付けと簡単な清掃が完了しました。ここで一旦お昼休憩です。ハケブラシを使って扇風機のホコリを払います。リビング全体の床をほうきで簡単に掃きます。中性洗剤とスポンジ、濡らしたタオルを持ってきました。紙のようなものがこびりついている部分に中性洗剤を噴霧します。スポンジの硬い方の面を使ってこびりついているものを擦り落とします。濡らしたタオルで拭き上げます。一人のスタッフが床の特に強い汚れを落としている間、もう一人のスタッフは天井や壁のホコリを払います。エアコンの上にクモの巣が張っているので柔らかいほうきを使います。スポンジで取れない汚れはプラスチックヘラを使います。汚れに洗剤を染み込ませ、汚れと床の間にプラスチックヘラを滑り込ませます。この汚れはなかなか頑固なので洗剤を噴霧し少し寝かせておくことにします。マイクロファイバークロスを使ってテレビのフレームを拭き上げます。液晶画面の清掃は特に注意が必要なのでまたの機会にご紹介します。棚の上も物を移動しながら丁寧に拭き掃除をします。
無事こびりついていたものを落とすことができました。水拭きをします。タオルについたこまごましたものを払い落とし、タオルを洗います。リモコンも一つ一つ丁寧に拭き上げます。机には頑固なものがこびりついています。革すきを使って汚れの表面を削ります。革すきは金属製なので机を擦って傷つけてしまわないよう注意します。机の天板に中性洗剤を噴霧します。スポンジの硬い方の面を使って全体を洗浄します。水拭きをします。タオルを洗います。もう一度丁寧に水拭きをします。こびりついていた汚れも落ちて天板が光って見えます。きれいに洗って固く絞ったマイクロファイバークロスを使って棚の上の小物やプリンター類を丁寧に拭きます。部屋全体にほうきがけをします。さっと全体に水拭きして、こびりついてるやつは探してたんですね。映像では分かりにくいですが、床にはまだあちこちにこびりついたものがあるようです。お客様の確認が完了したものをクローゼットに収納していきます。床全体を水拭きしていきます。コンビニと缶はいいよね。そうですね。傘だけ多いから、そうだから缶いいですよね。軽いし。あれでも昔なんか缶ですげえ苦労した時があって、俺問い分けで乗った缶の部屋が本当缶となんかが混じってて缶だけじゃねえって昔最初の頃終わらない現場の記憶はずっと残ってる。これでリビングの清掃が完了です。廊下やキッチン、お風呂場、トイレも分担して清掃を行いました。もともと玄関はそれほど物量がありませんでしたが、必要なものだけになりました。キッチンは床に散らばっていた缶などが全てなくなり、広々としています。隅にある段ボールには残しておく衣類が置いてある状態です。廊下の床には汚れがこびりついているところもありましたが、一通りきれいにすることができました。たくさんの缶と雑多なもので床が見えない状態だったリビングは、一切のいらないものがなくなり、すっきり明るい空間になりました。だいぶくっきりすることができました。家電はお客様がご自身で収集場所に出されるとのことなので、ベランダに仮置きしてあります。で、最後、布団をきれいにして中に入れて終わりです。洗面所とお風呂も時間の許す限り清掃して汚れを除去しました。片付けトントンの公式 LINE アカウントができました。メッセージの返信は片付け作業のお問い合わせに限らせていただいていますが、情報発信なども行っていく予定です。写真なんかを送るときに使っていただけると非常に使いやすいですね。そうですね。口で説明ってなかなか難しいので、そういう時にピッと慣れてる感じで送っていただくっていうのは確かに我々も助かりますね。であともう本当に片付けたいものが少量、例えば大きなタンス1個とベッドだよっていう時は本当にそういう写真を撮っていただけると分かりやすいかなっていうのが、そうですね。あるかもしれない。かもしれない。予定は未定。キャンペーンとかですか？ああ、そうね。ちょっとお得な。今の時期空いてるよとか。それはいいかな。すごくありがたいんだけど。今の時期募集中とか。あるよ。あくまで問い合わせメインなんですかね、やっぱり。問い合わせメインで
今後もしかしたらなんかお得な情報とかも発信できるかもっていうところですかね。まだちょっと使い方がよくわかんない。そう、まだ使い方が分かってない。そこが一番問題っていうね。そうですね。勉強していかないと。こちらの QR コードか概要欄のリンクから友達登録をお願いします。また、インスタグラムアカウントも開設しました。作業のビフォーアフターや実績を案件ごとに分かりやすくご紹介しています。こちらもぜひフォローをお願いします。愛知県で片付けにお困りの方は片付けトントンにお任せください。お見積もりは無料です。お電話でのお問い合わせは 0120-947-479 まで。受付時間は朝8時から夜8時です。サービスの詳細については片付けトントンの公式ホームページをご覧ください。